こんにちは、ゆきひこです。暑い。もうね、今外35度とかあるらしくって、あんまり外出たくないんでね、家の中でおとなしく動画撮ってようかなっていう感じなんですけど、今日はね、座学というか波形の話をちょっとしようかなと思ってるんですけど、皆さん波形ちゃんと見てますか？波形。DJ アプリとか DJ 機材とか触ったことある人はなんとなくわかると思うんですけど、こういうカラフルな波形を DJ ではよく目にすると思います。何もね、かっけえからこんなカラフルになってるわけじゃないんですよ、これ。最初はね、PC で DJ アプリ開いただけでなんかちょっとテンション上がったりもしましたよ、僕も。なんかそれだけで DJ になれたような気がしてね。もちろんこういったカラフルな波形にもちゃんと意味はあります。波形の見方を覚えると、その曲の波形を見ただけである程度聞かなくてもね、ある程度の情報が得られたりとかもするので、今日はこの波形の見方というか意味と、その情報をミックスにどう使ってるのかっていうのをちょっと共有していきたいなと思います。つまらない話はしたくないので、とりあえず難しいことは置いといて、音っていうのは波じゃないですか。昔学校でやりましたよね。こう、波の縦軸、振幅が大きければ大きいほど大きい音になって、で、波の間隔が狭くなれば狭くなるほど高い音みたいなね。それと似てます。でもこういった曲の波形は横軸が時間軸になっているので、ただの波形で表すと時間ごとの音量しか表せないんですよね。昔の CDJ とかはこういうタイプでした。なんとなくの曲の構成だったらこの波形でもわかりますね。ここで盛り上がるんだなとか、それが終わったら落ち着くんだなとか、波形から読み取ることができます。でも読み取れるって言ったらそれぐらいですね。今と比べると情報量はすごく少ないです。で、そこから機材がどんどん進歩していって、曲の解析能力が上がってきたりだとか、あとは画面がカラー表示できるようになってきました。そうなってくると、縦軸と横軸とは別に、色でも波形を表現できるようになってくるわけですよ。じゃあね、色で何を表現しようかってなった時に、何表現します？ちょっとね、ここにコントローラー持ってきましたけど、波形縦軸の音の大きさって大体この辺で調整するじゃないですか、音量。横軸の時間軸は大体このジョグホイール周りで調整しますよね。スタート位置だったりとか、あとは BPM だったりとか。じゃあ、あとはここの情報欲しくないですか？イコライザー。この EQ、イコライザーっていうのは、高い音、低い音、中間の音の音量をそれぞれ個別に調整できるつまみです。この EQ をいじるときに、それぞれの音域がどれぐらいの量含まれてるのかっていうのが視覚的に分かったらミックスするときにすごく助かりそうじゃないですか。それを色で3段階に分けて表現してくれてます。RGB の3つですね。レッド、グリーン、ブルー。これは低い音が赤で高い音が青、その中間が緑で表現されてます。こんな感じで波形の赤いところはドラムのキックやベースなんかのすごく低い音域が鳴っていて、緑の波形のところは中間の音、人の声だったりシンセだったりメロディーラインが多いですね。それと青いところはなんかカチャカチャした感じの金属音みたいなハイハットの音だったりとか、あとはメロディーラインでも特に高い音域の音が入ってるんだなってことがわかります。波形を見ただけでなんとなく曲のジャンルなんかも分かったりしますね。例えばですけど、こんな感じで赤い波形が長方形みたいにドーンってあって、ちょっと緑とかに落ちて、また赤い長方形がドーンって繰り返されてるのは、ハウスだったりテクノとかに多いですね。低音のキックとベースがメインでずっと鳴っていて、ハイハットとミドルの音がちょっと鳴ってるみたいな構成が多いので、こんな波形になります。この波形は全体的に緑色が強いですよね。さっきの波形と比べると曲を通してずっと緑色があります。だから歌物の曲なのかなとか、最初は緑だからボーカルから始まってるのかなとか予想ができます。これはさっきのハウスと似てますけど、展開がより短くて激しそうですよね。抜けとかあるし。それと低音以外の要素も多そうな色をしているので、EDM っぽい曲なのかなとか、波形を見るだけで予想することができます。今言ったのはあくまで一例なので、全部が全部もちろんそうだっていうわけじゃないんですけど、でもなんとなくのジャンルぐらいだったら読むことができます。この波形の意味が分かったらね、あとは簡単ですよ。ミックスは曲の足し算なので、あとはこの波形を参考にして必要に応じて EQ を使って引き算をしてあげるということですね。こうパズルみたいに綺麗にはまるようにデコとボコを作ってあげるみたいな。例えば、こんな赤い波が上限ギリギリまで入ってるところに別の曲の低音が入ってこようものなら、絶対に上限を超えて音割れしてしまうので、混ぜるときに EQ のローを切って入れたりとかしますね。
他にも緑色の成分が多いところ同士を混ぜようとすると、音割れするまではいかないにしても、例えば歌同士がバッティングして聞こえづらかったりとかすることがあるので、片方のミットを少し絞って歌がちゃんと聞こえるような余白を作ってあげようとか、波形を見ただけで前もって考えられたりします。あとは実際に自分の耳で聞きながら EQ 調節してあげるのがいいかなと思います。こんな感じの RGB 表示っていろんなアプリで使われてるんですけど、レコードボックスにはもう一つ3バンドっていう表示方法があるんですよ。これも同じように低音が青、中音が茶色、高音が白の3色で表現されてるんですけど、RGB と違うのが3つの音域が別の層に分かれてるという点ですね。一番下に低音の青、でその次が中音の茶色、で一番上が高音の白。これが重なるように表現されてます。3つの音域の量を個別に見ることができるんですよね。なので、例えば RGB だったら真っ赤っかで分かりにくかったものが、3バンドだとハイとミドルもちょっとやっぱりちゃんと入ってるっていうのがよく分かります。ここでミドルが入ってくるんだなとか、ここでハイハットが入るのかなとか、音の重なりがよく見て分かります。それぞれの EQ を調整するときなんかには分かりやすいかなという印象です。でも逆にこの3バンド、曲全体の展開をつかむのはちょっとつかみづらいかなと思います。例えばね、これ見てどこがサビでどこがメロかとかってパッと分かります？これを RGB に変えるとここがサビだろうなってすごく分かりやすかったりとかするんですよね。低音がはっきり出てるんで盛り上がってるんだろうなとか。これはもう完全に好みですね。ハイ、ミッド、ローを個別に見たい人は3バンド。で、なんとなく曲全体の展開なんかも知りたいよっていう人は RGB の方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。どうでしょう。こんな感じで波形って分かってしまえばすごく簡単だし、ミックスの時に必要になる情報がすごく詰まってるんだなっていうのは分かってもらえましたかね。特に3バンドなんて青と茶色と白がそのまま EQ のローとミッドとハイに当たるので、 EQ の勉強したい人なんかには結構いいんじゃないかなと個人的には思います。波形の表示方法は設定から表示、カラー、波形色で選ぶことができます。いろいろ試してみてください。今日はこんな感じで、波形からはたくさんの情報を読み取ることができるし、ミックスするときも EQ をどうやって動かせばいいかみたいなのもわかるので、ちゃんと読めるようになった方がいいよっていうお話でした。皆さんはどの波形表示でプレイされてますでしょうか？ RGB か3バンド、もしくはね、硬派にブルー一色だっていう人もいると思います。使ってる形とその理由なんかもね、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。はい、じゃあ今回の話ね、参考になったよっていう人はですね、よかったらチャンネル登録といいねしてもらえるととても嬉しいです。これからもね、DJ 初心者の方に向けて情報を発信していきたいなと思っておりますので、よかったら次の動画も楽しみにしててください。ではまた次回の動画で。